第3回ダイナミック TV スタート。スタートです。はい、秋葉原にあります老舗オーディオショップダイナミックオーディオがお届けするダイナミック TV、第3回目ですね。来ましたね。よろしくお願いいたします。進んでますね。はい、はい、私ピースマンと申します。はい、ダイナ佐藤です。 MC MIC です。今回も、ダイナミックなシステムを紹介していこうと、はい、これね毎月本当ね世界中にあるもうとんでもない世界最高峰のダイナミックシステムをお届けしようという、この番組なんですけれどもね、はい、早速今日いっちゃいたいなと思うんですけど、1回目結構大きなシステム、ね、サイズ感的にね。そうですね。で前回2回目は割とコンパクトかつボニックオーディオ、シンプルでしたよね。そうですそうです。ボニーク、はいはい、そして今回第3回目なんですけども、そうです。またちょっとコントラストつけて、ね、これ180ぐらいあるスピーカー、180センチぐらいあるスピーカー、はい、ドンドン、来ましたね。そしてまたこのアンプがまたドン、そしてドン、こっちから見るとですね、真空管がキラキラもう眩しくして、ちょっと前からだと見えにくいかもしれないですよね。皆さんからちょっと見えにくいかもしれませんが、これはまたダイナミック、相当ダイナミックだと思いますね。はい、これ MIC が今回もねダイナミックシステムを選んでいただいたんですけれども、はい、もうね早速ちょっとお値段いかほどダイナなのか、もうこれダイナミックなんでもう値段もダイナミックかなっていうことで、ちょっと一回聞いてみますけども、どれくらいダイナなんですか？これはそうですね、さすがに多少ダイナミックで、はい、今回システム全体で3900万ダイナ出ました。3900万ダイナですね。ちょっと家帰っちゃうかもしれない。いろいろ考えますよね。ね、いろいろ考えますよね。さすがにいろいろ理由があってそうなってる。そうですね。値段もあくまで一つのキャッチな要素としてですけど、いきます。はい。また大きなシステムの場合は、一番わかりやすいスピーカーからいきます。はい。これスピーカーです。はい。これアメリカにあるアバロンという名前のメーカーのスピーカー。アメリカのアバロン。の中では一応今現行としてはフラッグシップ。この上にね、もう一つ実はテセラクトっていう見たこともないやつがあります。CG でしか見たことないようなやつもありますけど、もっとでかいのありますね。もっとあって、それが一番フラッグシップなんですけど、実際ラインナップとして現実的なフラッグシップ、一番頂点のは一応このサーガっていうSAGAですよね。アバロンというスピーカーは基本的に今前から見てもらってるようなデザイン、すごく奇抜なデザインではあるんですけど、こういうふうに多面体をしたスピーカーのデザインというのはこれ特徴です。これね、光の当たり具合ですごく美しく見えたりするデザイン、プロダクトデザインになってるんですけど、これ音響的なアプローチも含めた一つのデザインになってますね。なってますね。意味があるんですね、この造形にはね。そうですね、意味あります。スピーカーユニットから出た音がスピーカー自体に当たってしまって出てくるノイズを逃がすということです。いろんな形ありますけどね、スタンダードに真四角というか四角いスピーカーもあれば、今だとラウンド型の丸いスピーカーも流線形のね、ラウンド型、四角型、最初に出たソナスなんかが流線形の例、リュート型、1回目のねソナスパベールさんね。それぞれ全て理由があって、正しい間違いとかっていうのはないんですよ。アプローチの仕方なんですけど、これはまたちょっと今までの中で言うとデザインとしても際立つものなのかな。いいですよね。これどんどん小さくなっていっても、このデザイン手法っていうのはずっと生きてるので、アバロンっていうとこういうデザインっていうイメージがしやすい。使ってるそのユニットも意外と最新のものを使ってるで完成されてて、ツイッターって言って一番高い音が出るところはカーボンとガラスを使ったちょっと硬質ですよね。後でまたそれも見てもらえると思います。で今度人の声とか中域の部分、僕たちが一番よく聞き取りやすい部分っていうのはセラミックを使ってる。セラミック、で一番下の低域の部分っていうのが、これ実は低域のユニットは後からまた見れると思いますけど、2つついてるんですけど、これはケブラー防弾チョッキとかでね
ケブラ素材使われたりもする。はいはい、防弾チョッキとかに使われているケブラ。はい。なのでキャビネット自体は、いわゆるウッド、スタンダードな木なんですけど、それに使われている振動するユニット、音が出る部分は意外とこうハイテク。わお。今ハモりましたね。わざと。もうそれだけまずなんとなく覚えててください。どんな音がするかはまた後でと。アバロンのサーガサーですね。そこから今度またね出口から来ますから、今度アンプに行きます。はい。パワーアンプ。来ました。はい。これ先ほどピースマンも言ってもらったように、こちらから見ると真空管キラキラ光ってるものが刺さってるんですね。ね。これパワーアンプです。はい。これモノラルパワーアンプなので、1回目のパワーアンプの使い方とはちょっと違うんですけど、はい。これはモノラルですから。モノラル専用ですから。向かって左側のスピーカー専用の左用のアンプ、右用のスピーカーの右のアンプっていうにももともと1チャンネルずつしか作られてないモノラルのパンプです。はい。これが真空管のパンプになってました。これね、オクターブ。はいはい。これどこでした？ドイツですね。ドイツのオクターブ社。はい。これがオクターブ社。あ、そうです。オクターブ社ですね。はい。のこれもまたフラッグシップ製品で、オクターブ社っていうのも真空管をメインに使ったアンプを専門に作っていて、一体型のプリメインから便利に使えるものからこういうふうに一番フラッグシップの最も贅沢に贅を尽くしたアンプ、今回これなんですけど、も作っています。なかなかねいい人柄のホフマンさんという人が、オクターブ社の創始者がアンドレアス・ホフマンという方なんですけど、ホフマンさん、はい、このモデルは彼のもうこれ以上ない本気を出したモデルという、ジュビリーラインというジュビリーラインのモノラルモノ SE っていうタイプですね。ジュビリーモノ SE。型番でいうと、真空管のアンプっていうと、皆さんがどういうふうにイメージされるかちょっとわからないですけど、ちょっとね古式床式というか、イメージもあるかもしれないですけど、そこをちょっと塗り替えてくれるようなサウンドも作り方もまたアプローチが2020年だとしたら今のアプローチになってるのですごく面白い、守るところを守りながら、楽しくデザインできるところは楽しくデザインしていくっていうところ、衣装も含めて、とてもね素晴らしいというか、とっても素晴らしい。贅沢にも片チャンネルに対して5極管 KT120 が8発ずつっていう、8個ね。何のことやらって感じになりますよね。それでいくと先に言っときます。もうパワーアンプと対になる、コントロールするボリュームなんかをコントロールする、プリアンプコントロールアンプ。プリアンプ。このちょうど、真ん中に入ってる。これも同じオクターブ社のオクターブジュビリープリアンプっていう同じジュビリーラインのもうこれも贅を尽くした真空管のプリアンプ。というセットが今回の目新しいところですかね。ちょっと目立つところ。あえてちょっと最盛期に関しては、見ていただいている人が、スピーカーとアンプがこう違ったりするのが分かりやすいように、1回目から脈々と続いているリンの、ずっとリンの、クライマックス DSM というリンデジタルのネットワークプレイヤー、これのこれもフラッグシップですね。前回セレクト DSM っていうんだったんですけど、これはその同じラインの一番上の機種です。クライマックスっていう、スコットランド、ドイツ、アメリカドーンですね。そうです。一番下にあるのはこのプリアンプのこれ電源部なんですよ。ね、分かれてるんですね。電源部がね。その辺も結構やっぱ気が利いていて、やっぱり真空管ってちょっとノイズにできるだけ綺麗なクリーンな環境の中で仕事をしたいので、電源は外付けでということで、本体と電源でこれで一つのコントロールアンプでパワーアンプということに。あと今日ターンテーブルを使うのかな。ターンテーブルも使います。使います。ターンテーブルも同じくリン LP12 と。名機。真空管のアンプってどうですか、イメージ。初めて聞きました。初めて見たとか。真空管アンプすげえって聞くよっていうそういうことはね、パブリック的にもね、皆さん真空管いいんでしょぐらいな、何なんですか。そうですね、どうですか、それどう答えてます？いいですよねいいんですけどね。アンプっていうのがそもそも増幅回路ですよね。でその時の増幅を行う素子を何に使ってますかっていうので、
その部分が真空管ですよというのが真空管アンプですね基本的に。オクターブっていう製品は必ず真空管を主体にした、製品が作られていってるんですけど、真空管 100% じゃないんですよ。ちゃんとトランジスタのいいところ、トランジスタのいい手助けをもらいながら、真空管が今までの動作状況よりももっともっと楽しく動いてもらえる、いいパフォーマンスができる状態に作った製品ラインナップを増やしてるので、真空管が見えるんで、真空管 100% のアンプだなんて思う人もいるかもしれないんですけど、ほとんどの製品がハイブリッド、トランジスタのいいところと真空管のいいところをしっかりミックスして作っているので、今回みたいにこうちょっととんでもない大きなスピーカーでも真空管を使ったアンプで楽々ドライブできるっていう、なるほどなるほど、そういうこともあってちょっと組み合わせてみた、なるほどですね。一般的にやっぱ真空管のアンプが高いんじゃないの、真空管使ってないとダメなんじゃないのって思われるかもしれないけど、真空管使ってないトランジスタっていうのも、真空管使ってるのも、やっぱり好みもあるし、そうですね、一概には言えないと。それぞれのデバイスはどれが優位というよりは、それぞれに得意なことと不得意なことがあって、適材適所で使うということが重要ですね。なるほどね。多分今の説明でも、何やらっていう感じかもしれないですけど、とりあえずみんなで一曲聴いてみましょうか。ですね。早速いきましょう。というシステムで、まずは一曲再生してみます。どうぞ。Looking back through time, we are in debt to the leaders. Angels of mercy, everyone. Good folks who believed there was no good and evil. Fought long and hard until the battles all were won. Heroes make the sunrise in the morning. Heroes make the moon shine bright at night. Heroes make our lives a little stronger in the soul of everyone. He can be found.こんな音出ましたけどいかがでしたか？ダイナミック。相当でも曲気持ちいいですよね。いや曲も素晴らしかったですね。結構これ僕の中で柴田君のテーマとしてちょっと言っちゃったけどMIC のテーマとしてMIC のなんかこう昔聞かせてくれたんですよこの仕事してる上でね。でもその時に何かこうMIC は結構大変な状況にあったんだけどなんかねこの人は大丈夫だと思ったねこれを聞いてで逆に僕も勇気をもらったような、なんか思い出しちゃうちょっとね自分の青春じゃないんだけど、MIC の青春を見ることで勇気が湧いたようなねそんな曲ですね。なんで選んだこの曲？結構ねコモドアーズ自体は好きなんですよ。ほとんどのアルバム持ってて、でこれね実は今レコードでかけたんですけど、レコード再生、でレコードって大概こうね A 面と B 面の頭に推しの曲って入ってるじゃないですか。それはまた別の話でね詳しくしたいんですけど、なんでレコードは A 面と B 面があってっていうね、外周がね外側がねなんですけど、大体ねこういうバンドもこれバンドじゃないですか、含めて大体ねA 面の終わりとかバラード入ってるんですよね。バラードっぽいミドルチューンというかバラードが入ってて、これちょうど A 面の最後に入ってる一番一応音質的には不利な場所なんだけど、こういういい曲をポコッとね入れとくっていうね、憎いですよね。なるほど。それをチョイスする MIC も憎いぞ。あと楽器使い方がシンプルで、結構今ドラム分かりやすく、ボーカルは綺麗に浮いてるんですけど、打楽器が結構出てて、それが打楽器ってねやっぱり瞬発力
スネアもキックも、あと聞いてまた別で聞いてもらうと分かるんですけど、ハイハットとかの使い方も結構分かりやすく、80年ちょうど80年ぐらいの録音なんで、これも録音の年代も考えるとすごく面白くて、70年代後半の生楽器主流のところから80年に入って結構機械使ったりして加工したりしていくと、ちょうどねこう真ん中ぐらいのいいところで、ドラムの感じも乾いた感じ、薄いっていう人はいるんですけどね、そういうところも面白い年代の音なんですよ。そういうところをちょっと真空管っていうイメージね、古いってもしイメージがある人がいたら、そういうのをこうね、ドラムのスピード感とか、いい意味での乾いた感じとかが、逆に楽しめたんじゃないかなと勝手に思ってるんですけどね。いやもうすごく体感できましたよ。なんかやっぱ真空管っていうとアナログ的なすごく古いというか、昔からあるアナログな感じはすごくあるんだけれども、だからこそちょっと滑らかというか、こうゆったりというイメージかと思いきや、結構今の曲、コモドーズの曲聴いて真空管体感すると割とシャープなきますよね、ノリがあったから、これ真空管の何か真空管、そうさっきお話ししてたように滑らかな反面緩いような印象が一般的にあるかもしれないんですけど、決してそういうことはなくて、むしろ僕たちにとっては結構フレッシュなデバイスというか、フレッシュなデバイス、鮮度の高いデバイスに感じていて、そうですね。でやっぱキレのいいところはキレをよく再生してくれて、で緩いところはもちろん緩く再生してくれて、そういう再現性があって初めて、何でも緩くしちゃったらやっぱりそうです、アンプの音を聞くことになっちゃうので、音楽の音を聞きたいので、そう音楽の性質をしっかり出してくれるということが非常に求められる性能なんじゃないかなと思いますね。なるほど、ものすごい贅沢なアンプなんですけど、いい塩梅っていう、いい塩梅にできてるっていう、これ結構オーディオとか音楽って大事なことだよね。そうですね。それに反応できる、先ほどのグッと話が戻ると、意外と素材的にも新しくてハイテクないい反応をするっていう。そうそう、アバロンのサーガってすごくいいスピーカーなんですけど、基本的に結構鳴りにくいんですよね。鳴らすのに力がすごく必要なものなんです。さっきちょっとデバイスのメリットデメリットみたいな話が出ましたけど、真空管っていうのは実はそういうところが結構苦手な部類、鳴りにくいスピーカーをパワフルに鳴らすっていうのが割と苦手なんですけれど、このモデルに関してはそういうところを解決してるわけですね。やっぱこのオクターブの真空管だからこのアバロンにそうです対抗できるというか、このモデルならすごく細かく言うとどれでもいけちゃうんですけど、やっぱり僕たちいろいろ扱ってる上で、こういう本当にとんでも規格なスピーカーをぐいぐい回していくエンジンとしては、真空管でもこれぐらい贅沢に作ると、もう何にも考えずに適応力が極めて高いですよね。これ KT120 っていう5極管、5極管、ロシアのタンソルかな、これは、ロシアの弾ですね。今でも作ってる弾ですね。しっかり作ってますから。もう昔からあるヴィンテージのものをイメージする人もいるかもしれないですけど、真空管って今でも生産している国が何カ国かあるので、長く使えます。真空管自体は寿命があるんだけれど、寿命が切れても交換できる。どれくらいの寿命なんですか？だいたい5年から10年ぐらいは使える。ただ本当に個体にばらつきがあるので、そこも真空管の弱点なんですけど、そういうことをアジャストできる機能がついているので、そうなんですよ。一本一本の特性に合わせてちょっと性格の違いにそれぞれ設定ができるので、これ8発入ってますけど、全部がこの連動して動いてるわけですよね。4パラレルプッシュブルっていう方式らしいんですけど、これが一般的だと思わないでくださいね。これ1本でもいいんですよ。シングルっていう構成もある。シングル2個とかね。そう、2個だとプッシュブル大体ね。そうなんです。これはこれ相当特別な作り方なんで、ボン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 って、これ結構特別ですよね。そうです。逆に言うと、もう波形の上がる信号と下がる信号があった時に、上がる信号分で4発、下がる信号分で4発、位相を逆転させて増幅、それぞれに増幅して最後合成してるっていう。だからこんなパワーが出るという。最後もう一曲だけいいんですか？聞きます。用意しておきましたんで。お願いします。はい。じゃあもう一曲いきます。はい。どうぞ。
シャリミンガスがどうでした？いやもう本当目がさえさえですよ。まあ本当さっきの話じゃないですけど、イントロだけ言うともうサンプリングしたいぐらいのねかっこいいベースがもう踊ってましたし、結構ダンサブルな大編成のアンサンブルの中では結構ねダンスチューンかなと思うぐらい。コモドアーズとかのポップに比べると歌詞もないし、抽象度が高いわけですよね、だけどもうサウンドがかっこいいでしょ、そういうものが引き出せるのがやっぱりオーディオの、求められる能力なんじゃないですかね、その抽象の中から意味を見出すような、音楽鑑賞っていうのは、確かに80年さっきのが80年ぐらいでしたけど、今回確か、64年ぐらいの録音ですから、もちろん録音自体はねちょっと古いんですけど、そんなのも関係ないですよね。全然パンチ力というか、エネルギー、いやもうとにかくここに来て聴いてくれって感じ体動いちゃいますよね。で一緒に踊ろうもそれぐらいの躍動感やっぱりあるんですよね。毛穴ガン開きですよそれがまあこれじゃなきゃそれが味わえないっていうことでもないんですけど、でもまあ今日は今回このシステムだから味わってもらえた体感感触っていうのはもうダイナミックあると思いますけどね、なんか伝わるといいですね少しね。ということで今回のダイナミックシステムは本当にいろんな意味でもうまさにダイナミックでしたね。そう思いますね、アメリカからドイツからスコットランド、そして今回ねなんか真空管アンプというものをそうですね、少しでもね、興味を持っていただけたらなんて思いましたけれども、楽しいですよ、決して難しいことはないので、チャレンジしてもらいたいですよね、詳しいことはもうぜひダイナミックオーディオに来ていただいて、MIC と佐藤にですね、いろんなことを聞いていただきたいなと思っております、ということで今日はダイナミックシステム3回目以上です。皆さんとはまたダイナミック TV でお会いしましょう。ありがとうございます。またね。バイバイ。Fought long and hard until the battles all were won. Heroes make the sun rise in the morning. Heroes make the moon shine bright at night. Heroes make our lives a little stronger in the soul of everyone. He can be found